はっは、面白いように落ちる。まるでトンボ取りでもしてるようだにゃ。ニャンドレイ殿、聖戦ガチャにいらっしゃらないと思ったらこんなところに。大英雄にもおらんかったね。それはご子息のスコピオ殿ですよ、モフ殿。そうなの？なんでわかったん兄さん。父親のアンドレイ殿と息子のスコピオ殿、服の色が違います。アンドレイソムリエかな？モフですおこんばんは。私はフリージの騎士、ラインハルト。早速紋章士リンちゃんガチャリンコの続き行くで。参りましょう。この動画は天井で紋章士リン殿を入手した続き。そう、つまり天井の保証がない。どう頑張っても3択から逃れられない戦いになります。3択どころか、緑がなかった場合、星5が出ないよう祈らないといけないんだ。もしピックアップが出てしまったら、せっかく育った確率も。これまでか。兄さん。と、すべてが水の泡になってしまいます。おかえり兄さん。前編と後編まだ見てないって人はチェックしてくれると。光栄に思います。しかし、まさか紋章士リンドのガチャで動画3回分になるとは。驚きますね。私もまさかここまで苦戦するとは思いませんでしたとも。でもいいじゃろ、2本目3本目は早く出せたわけだし。早く出せた、当社費。よそ様と比べちゃダメだぞ。いくら1本あたりが短いとはいえこの投稿ペースは、雨どころか矢の雨が降るレベル。安心してください。とっくに土砂降りですよ。驚きますね。いやさ、リンちゃんゲットできたから使ってみたわけなんだけど。使い心地は、いかがでしょう。もう最高、スタイル攻撃快適ですよ。それは良かった。しかし、紋章士リン殿のスタイル攻撃は6マス先ですよね。おっせやね。しかも縦横3列以内に限られます。斜め方向にはスタイル攻撃できないぞ。気をつけろ。それならば、同じ6マス攻撃できる紋章士シグルド殿の方が強いのでは？確かに紋章士渋谷なら3マスプラス2マス移動で、6マス先まで攻撃できるね。リン殿が苦手とする斜め方向も可能です。改めてぶっ飛んでるよね。強い。でも、渋谷にはできなくて、スタイル攻撃にしかできないこともあるよ。それは一体？渋谷は確かに6マス移動できるけど、間に障害物やらトラップがあったら思う通りに攻撃できないじゃろ？飛空上ならいかにして侵入を防ぐか、設備や罠、電脈氷などで配置を工夫できます。大抵1ターン目で攻撃できない配置になってることが多いよね。でも紋章士リンちゃんのスタイル攻撃なら、そんなもんまるっと全部無視して攻撃できちゃうんだ。はちゃめちゃですね。障害物とは何だったのか。驚きますね。それでいて攻め立てやら神速追撃までしちゃうっていうね。飛空上壊れる。まるでトンボ取りでもしてるようだにゃ。それで冒頭のアンドレイ殿ですか。聖戦ガチャの時にこの茶番やろうかどうか迷ったけど。迷いますね。このシューティングっぷりはトンボ取りと言わざるを得ない。だから今回の冒頭にしたのですね。さすがです。こんな防衛も。電脈氷に近まマロン殿がいらっしゃって、紋章士シグルド殿では突破しづらそうです。でも紋章士リンちゃんがいれば、敵さんが動き出す3ターン目には、ほれこの通り。もうなんだか申し訳ないレベル。にゃっはっは、面白いように落ちる。突然にアンドレイ殿化するのは、おやめください。こんなのもうできませんよ、防衛。守れなかった。でも全く対抗手段がないわけじゃないよ。それは一体？例えばこんな防衛。何ですかこれ？多分きっとファタソ愛好硬そう。驚きますね。マップ見た瞬間思考がフリーズした。シンプルにトーマ持ちの守り手で守ればいいっていう。やっぱり近距離重装なんですね。遠距離重装の活躍ターンまだ？まあでもこの場合、デバフ解除すれば大丈夫だったんですけど。守れてないじゃないですか、結局。守れなかった。この後正月ヘイズルーンさんを撃破しーの。ですが祈り持ちの伝承派殿はどうするのですか？深海補正も合わさって最強に見える。強い。でもすまん、うちの忍者ルキナちゃん、祈り持ちなんだ。永遠を生きるはずだったのに。永遠の命なんて存在しないから、多少はね。もうどうすればいいんですか？空上防衛。対策1、ボーナス深海多く。対策2、マッチング運を祈る。身も蓋もない結論。対策3、脱法ニーズヘッグ姉さん多く。ニーズヘッグ殿は前シーズンの深海英雄ですが、シーズン関係なしに編成することを、脱法、と呼んでおります。合法な正月ニーズヘッグ殿ではダメなのですか？色相性悪いからな。困りました。紋章士リンちゃんにより強く出られるのは深海姉さんだと思う。でも脱法しちゃうと突破された時のリスクが、そんなあなたにおすすめの対策を紹介する前に、一つネタバレです。なんでしょうか？このターン、星5が出ます。お待たせしました。ようやっと星5のターンです。星4チャンスと海落ちでは、ないよ。それは良かった。緑3つに赤2つ。悪くない盤面ですね。欲を言えば白が欲しかったところ。さて、まず最初にいらっしゃるのは、ウーゼル殿ですね。ギャオ初のイケメン来た。まさか、
星5クラスのイラストのウーゼル殿が出たというオチでは、ないよ。それは良かった。でも実際ウーゼルさんのかっこよさは星5クラスだと思うの。このイラストが星3でも登場するゲーム。それがファイアーエムブレムヒーローズ。イラストのクオリティとレアリティは必ずしも一致しません。例えばさ、なんかのガチャリンコでウーゼルさんピックアップ対象になったとするじゃん。投票対戦ガチャならありえますね。でなんも知らん FEH 始めたての人が、星5ウーゼルさん引いたらどう思う？ああ、絶対勘違いしそうですね。最新の星5限定キャラだと。だよねー。困りました。まあ改造すればお強くなるので。そうして FEH 沼にはまるわけですね。わかります。ガチャより改造の方が深い沼。それがファイアーエムブレムヒーローズ。困りました。二つ目の緑は煙なしでした。つまり残された緑はたった一つ。緑の星5は総選挙アルフォンス殿、ヘイズルーン殿、そして狙いの紋章シリン殿。皆様ご存知の通り、月末ガチャはすり抜けがない代わりに3人のうち誰が出るかわかりません。果たしてモフ殿は大当たりの紋章シリン殿をつけるのか。リンちゃんお願い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 。うおー、紋章シリンちゃん来たー。3択に勝ちましたね。おめでとうございます。ありがとう。宴だ。もう、確率 11.5% まで上がっちゃってどうしようかと思ってたけど、一番欲しかったリンちゃんが来てくれてほんとよかったな。頑張った甲斐がありましたね。で、肝心の答え値は？落ち着いて兄さんまだ慌てる時間じゃない。答え値は後のお楽しみにとっといて、残りの2つ開けちゃうよ。承知しました。こんだけ確率上がったんだから、もう一人くらい星5欲しいところ。そして雑談の続き、お城の紋章師リンちゃん対策4ですが、強心ヘックン多く。強心ヘクトル殿ですね。防衛だといきなり点脈張ってくるし、色相性的にも強いし、紋章師リンちゃん対策に一番いいと思うよ。ではこれでリンドの対策はバッチリですね。そうだね、バッチリだと思うよ。マキレイラさんとか花嫁エンブラ様で守り手無効にされない限り。やっぱりダメじゃないですか。守れなかった。エックンとレイラさん、両方同時に狙えた劣化ガチャリンコってかなりお得だったと思うの。ルーン殿までいらっしゃいましたしね。ウーゼルさんもイケメンだぞ。でもそんなガチャをモフ殿は。ジョルジュさんにあげられるスキルあんまなかったからスルーした。モフ殿。だってしゃあないじゃん。限りがあるんだものオーブには。まあ確かに、それこそ月末に紋章師ガチャも確定してましたしね。ちゃんとリンちゃん強化キャラと対策キャラ、2人用意しとったんですなフェイちゃんは。さすがです。だから今のところ一番強い防衛は、脱法不老寺様を置いて守り手無効させない防衛なのでは？ 2023年登場のお方が未だに現役とは。驚きますね。インフレ激しいソシャゲ界隈で珍しい現象。では不老寺殿と強心ヘクトル殿を置かれると次、でしょうか。まだ対抗手段があると？その話をする前に、ラストガチャリンコです。確率 11.5% なので、もう一人くらいはピックアップ欲しいですね。アイクくんでもフェリックスくんでも、なんならベロちゃんでも OK よ。星5、紋章師リンドのだけでしたね。いやさ、一番欲しかった子が来てくれたからいいよ。いいんだけども、もう一人くらい欲しいことなかった？それは確かに。困りました。おまけの正月ガチャリンコ一周だけ。参りましょう。突然ですね。喋りたいのに尺が足りなかったから急遽追加した。お許しください。オーブに余裕があったら不和目当てにがっつり引きたかったんだけどな。余裕がなくなったので、初回の一周のみです。で、話の続き、もし防衛に強心ヘックンと不老寺様がいたら？守り手不可にもできないので、実質罪では？もしかしたらそうでもないかもしんない。と言いますと？最近再び脚光を浴びているのが、トライアングルアタックやデュアルアタック。通称 DA に DA ですね。DHA？ お魚が好きな猫は DHA たくさん摂取できているのでしょうか。だからニャンコは頭がいいんですね。私みたいに。猫への風評被害は？おやめください。なんでや。しかし、昔は DA が環境を支配していましたが。爽快かっちゅんつよつよだった。いつの間にか廃れていましたね。2回攻撃自体は強力なんだけど、近くに味方を配置する必要があるじゃん。DA なら2人、DA なら1人必要です。それが容易にできない環境になっちゃったから、DA や DA 見かけなくなったと思うんだけど、スタイル攻撃なら移動せずに攻撃できるから。ああ、なるほど。味方の近くから攻撃できる。つまり DA 発動も簡単になると。そういうこと。わかりました。似たような理由で注目されてるのが、ユーミル様やヤミマリアちゃんの祈り効果ですな。レイラズ殿の登場により、苦しくなったと思われたに麻酔ない効果が、スタイル攻撃によってまた見直されるっていう面白いことになってるよ。驚きますね。ユーミル殿は不利な状態以上も解除できるのでありがたいですね。信じられる？ユーミル様出たの2022年だよ。3年前のお方が再び輝くとは。驚きますね。リンちゃん祈り装備できないからすごいよね。正確に言うと、
装備自体はできます。しかし、リン殿のスタイル攻撃は奥義、流星群、と紐づいているため、奥義を変更するとスタイル攻撃ができなくなります。範囲奥義も使えないし、いい感じに調整してるよねペイちゃん。さすがです。今後の紋章師英雄にも期待大ですな。というわけでガチャリンコも終わったので本日はここまで。ちょっとモフ殿、紋章師リン殿の個体値ゲーチェックがまだですよ。個体値ゲーしてる前提で話すのやめや兄さん。失礼。それではお待たせしました。紋章師リンちゃんの個体値がこちら。攻撃上魔法した。攻撃上魔法した。攻撃上魔法した。だと、神個体ではありませんか。確率 11.5% まで上がって星5たった一人かい。って思ってたけど、報われてよかった。よかった。個体値ゲーが見られなかったのは残念ですが、変に HP 上魔法したとか何のネタにもならない個体値を引くより良かったとしましょう。全世界の HP 上魔法した引いた召喚師に謝りなはれ。お許しください。それではこれにて正真正銘紋章師リンドのガチャ編終了です。次回からは聖戦ガチャリンコ編が始まるよ。またガチャですか。またガチャなんだ。すまない。お許しください。次回も見たい、と思ってくれた猫と人は、チャンネル登録&通知オンにして待っててくださいな。高評価も押していただけると、光栄に思います。それではご視聴ありがとうございました。今日のモフ殿はとても饒舌でしたね。紋章師リンちゃん楽しすぎて尺の方が足りねえ。ブラミモンド殿の出番も少なかったですし。すまぬブラミン、ショック。